皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日はですね、養育費についてもっと詳しく、説明させてもらいたいと思うんですけれども、前回、福原愛さんがアメリカにいた場合、養育費をいくら払うかっていう数字を出したと思うんですね。で、その時に、共同親権だったとしても、50% ずつお互い見てても、養育費っていうのはアメリカで発生しますよっていう、ちょっとびっくりすることもお伝えしたと思うんですけれども、それ気になる方は、こちらでリンク貼らせていただきます。で、そこでも説明したんですけれども、アメリカの養育費の計算の仕方っていうのは、両親の、年収、お父さんお母さんの年収と、あと見てる割合、パーセントで決まります。で、養育費を、出せる期間っていうのが、ファミリーコート、裁判所、家庭裁判所と、あと DCSS っていう、Department of Child Support Service っていう養育費専門の機関があるんですね。で、そこでは裁判もできるし、例えば、強制の引き落としとか、あと、滞納した人に対して、いろんな対応をしていくってことができるんですけど、あと、結構重要なのが、相手が見つからない場合、例えば、じゃ養育費っていうのは結婚してるケースばっかりじゃないんで、結婚してなくて子供が生まれたとしても、養育費払わなきゃいけないんで、そういう場合、DCSS は探してくれたりとかするんですね、相手のことを。はい。で、アメリカの場合、日本ちょっとわかんないんですけど、そのなんか認知とかいろいろ複雑かもしれないですけど、こっちの場合は、そういうの関係なく、払わなきゃいけないんですね。そういうステップはないんですけど。ただ、その DNA 検査っていうのを希望できて、結婚しててもしてなくても希望できて、それは、もう大体1日2日で結果が出て、$99ぐらいからあるんで、裁判所がそれをオーダーして、DNA 鑑定してから、今後18年の支払いになるんでね、やることができます。はい。で、この、DNA なんですけれども、これは、早く日本で、義務化っていうか導入してほしいと思うんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱり、18年間、毎月毎月その人からお金回収するって、ものすごい、負担だし、そんな義務を人に負わせるんだったら、やっぱり確実に自分の子供だっていうことを知る権利が父親にもあるし、で、それをせずして確認もしないで進めるっていうのって、ちょっとすごい無謀なことをしてると思うし、もしこれが違う人から回収してたとしたら、また別の犯罪になるし、はい。で、それを防げるので、検査さえすれば簡単に防げることなので、やっぱり、もしお子さんもね、お父さんだと思ってた人が違ったら、やっぱり傷つくし、なんかもうみんなが不幸になるので、検査一つですぐにわかることなので、これを最初にクリアにしてから、やったら何の問題もないので、早く日本も導入してほしいと思います。で、これ結構重要ポイントなんですけれども、もし今アメリカで、養育費の裁判されている方がいたら、例えば養育費、裁判で申請しますよね。で、裁判の日が来ます。で、じゃあ1月に申請して裁判の日が5月に来たとしますね。そしたら、その、判決が下りたら養育費の、5月から払われるんですね。なので、だけど、その retroactive って言葉があって、その、ジャッジに、can you make this order retroactive to the date I file? ってこの一言言うと、1月から払われるようになるんですね。なので、その遡って、申請した日に遡って、効力を持たせてくださいみたいなことを言うと、ジャッジが、OK っつって判決文に入れてくれるんですね。なので、その一言で、retroactive、1月からだから、例えば、4ヶ月、1、2、3、4。だから、例えば、10万だとしたら、その一言で40万円変わるので、これすごいポイントだと思います。はい。で、ですね、次は、もし、その相手が働かない人だった場合、どうすればいいかっていう。例えば、その養育費どうせ取られちゃうから、働かないとか、失業してそのままぐうたらして全然働かないとか、で、その、働かない人だった場合、裁判所に seek work order っていう、働けっていうか、仕事探してくださいみたいな、そういう命令を、判決で出してもらうことができるんですね。で、その seek work order っていうのがもらえたら、例えば相手は、その働いてない人、養育費払うべき人が、仕事してないんだったら、今8月だとしたら、例えば9月、10月は sick work order で1週間に5個、最低5個の仕事に、申請してください。応募してください。で、その、会社名とか、面接に行ったとか、その、全部それを記録して裁判所に出してください。2ヶ月間ね。で、その2ヶ月の間に仕事が決まればいいし、もし万が一決まらなかった場合っていうのは、その2ヶ月後、だから9月、10月、それ sick work order で、10月以降は最低賃金を、暫定的に入れて、養育費を計算して、もう支払い、するように判決しますみたいな感じで、相手にプレッシャーかけることができます。
はい。で、あと、じゃあ、養育費以外に何を払うかってなると、保険料ですね。で、保険料は、日本では、国民健康保険とかでお子さんは無料とかだと思うんですけど、アメリカの場合すごい高くて、毎月お金があるんですね。なので、その保険料、マンスリーフィーは、折半。で、あと、もし病気とかになって医療費かかったらそれも折半。で、あと、もしお子さんが小学校とか行ってなくって、未就学の場合、働いてる時に、働くためにデイケアとかプリスクールに預けないといけないと思うんですけど、それすっごい高いんですね。1ヶ月$1000とか軽く超えたりするんですけど、ロスだと。で、それを、折半ですね。で、あと学校に行ってても2時半とかで終わっちゃうんで、多分日本だと学童とかあるらしいんですけど、こっちだったら、アフターケアって言って、アフタースクールで、それはまた別途お金が例えば$700とか結構高いんですけどかかって、それもまた折半になります。で、あとですね、これ、交通費も折半になるんですけど、これ結構、ちょっとレアケースで、私のケースをご紹介しようかなと思うんですけど、私のケースすごくレアで、私ロサンゼルスに住んでて、娘の父親がサンノゼに住んでるんですね。で、カリフォルニアって日本ぐらいの大きさなんで、ものすごい、大きい州なんですね。で、サンノゼわからない方は、サンフランシスコの近くで、シリコンバレーって言われてるところで、例えばアップルとかフェイスブックとかグーグルとか結構 IT があるところなんですね。で、それはロサンゼルスから車でだいたい6時間ぐらいで、飛行機で1時間ぐらいの距離になります。なので、これ結構アメリカ人にもびっくりされるんですけど、以前はお父さんが隔週で会いに来てたんですね、飛行機に乗って。で、なので、私の娘は、隔週で、週末ホテルにお父さんとホテル暮らししてたんですけど、プールとかあってすごい楽しかったり、本人喜んでたんですけど、で、その、交通費を、隔週だからだいたい月2回来ることになると思うんですけど、最初のトリップは、飛行機代折半。で、2回目以降はお父さんが、それ以降増やしていいんだったら払ってくださいみたいな感じ。ちょっと収入差もあったので、そういうのを判決をもらいました。そうで、今は7歳になったので、自分で飛んでるんですね。お子様パックみたいな感じで。で、今ちょうどいないんですけど、その夏休み、こっち8週間ぐらいあったんで、隔週でお父さんのとこに、だからロス3のゼ、ロス3のゼみたいな感じで。で、それの飛行機代もお互い折半してました。してます。で、ちょっとこれ脱線したんですけど、なんかアメリカの、なんかその子供パックみたいな感じで、国内線の、私たちサウスウェストっていうので飛ばしてるんですけど、サウスウェストだと、飛行機代プラス$100で往復行けるんですね、子供が一人で。でも、例えば皆さんの知ってるユナイテッドとかアメリカンとか、デルタとか大手だと、飛行機代プラス$300も払わないといけないんですね。一人で子供が飛ぶ場合。で、なんかその飛行機代自体が$300しないことが結構多いので、もうすごい高いです。はい。あと、習い事に関してなんですが、習い事は、義務ではないので、もし相手が払いたくないって言ったら、払えないですね。なので、例えばなんか日本人の人で、なんか、聞いたのが補習校に入れたくて、その元旦那が、反対してるからお金払ってもらえないから私が全額払ってるんだけど、その補習校土曜日なんで、その週末、お父さんの週の時に彼が連れてってくれないので、もう1週間おきに欠席してて、すごい、悩んでるみたいな、そういうケースもアメリカにはあります。です。で、あとはですね、タックス、アメリカでタックスリターンって言って、日本でいう確定申告みたいなのがあるんですけど、それの時に、扶養で、子供2人いたらお互いが1人ずつ申請するみたいな感じなんですけど、1人のお子さんの場合は、例えば奇数年度お母さんが扶養に入れられて、偶数年度お父さんで交代して平等にやっていくみたいな感じです。で、あとは仕事とか変えたら、その職場、どこで働くてるかと、年収を例えば何日以内とか、なんか決まってるのに、相手に報告して報告義務があったり、あとそのタックスリターンも、交換、終わったらその紙を交換するみたいな感じです。で、例えば、仕事でリストラされたとか、減給されたとか、コロナで経営がうまくいかなくてとか、いろんな理由で、お金が前より稼げなくなっちゃった場合とか、あとは子供が新しく生まれたとか、なんか何らかのそういうチェンジで、お金を下げてもらいたい場合っていうのは、裁判所に出したら、理由が OK だったら、レビューされて、減額が認められたりもします。福原愛さんの、数字出したときに、あれがガイドラインサポートって言って、あれで出てきた数字が、基準の数字になるんですね。で、養育費やりたいときって、そのさっき言った期間でやってもいいし、あとは、そのお父さんとお母さんが話し合って、じゃあこの金額に決めようって言って、決めたものを提出して裁判所に受理されたら、それでも OK なんですね。で、その場合は、そのさっきのガイドラインサポートっていう、
入れて弾き出した数字をプリントアウトして貼り付けて出さなきゃいけないんですね。で、このガイドラインサポートを下回った金額、例えばガイドラインサポートで1000ドルって出たのに、2人でじゃあ800ドルにしようかっつって800ドルにした場合っていうのは、裁判所はすごいそれ下回るの嫌がるんですね。で、やっぱりこれは子供のお金なので、育ててる方が代理で受け取ってはいるものの子供のお金だから、値切ることはなんでするんですかってことになるんですね。値切ってる場合っていうのは、例えば、支払う方が、脅迫してたり、何らかのパワーがあったりとかするんじゃないかっていうことで、下回りたい場合っていうのは、その理由をしっかり書いて、それが裁判所に出して、受理されて認められるか認められないかっていうのは裁判所次第になります。で、あと、例えば日本に私帰りたいから、じゃあもう今後18年間1円もいらないから日本に返してくださいみたいな感じで言って、で、お父さんがもう払わないでいいんならじゃあいいよみたいな感じで、2人の中で OK だったとしても、forfeit って言うんですけど、これは絶対受け取らなきゃいけなくて、要求っていうのは forfeit できないです。なので、受け取らないってことは違法になります。はい。じゃあ、容器を滞納したら、どういうことになるかっていうの前回の動画でもちょっとお話ししたと思うんですけど、まず最初に、driver's license がサスペンド。運転免許証を一時停止されて、で、そうするともうアメリカだと足がないので本当に困ります。で、あとは、海外に遊びに行ったり、そんなね、滞納してるのに遊びに行っちゃいけないし、逃亡の恐れもあるってことで、パスポートが没収されたり、あとは、タックスリターンでもしお金が返ってくる、税金が返ってくる場合があったら、もうそこから利子付きで取られたり、あとは最悪、逮捕っていうこともあります。で、例えばこの逮捕の例を挙げたいと思うんですけど、皆さん歌手で、アメリカの歌手で R. Kelly っていう人ご存知ですか？ちょっと写真貼れたら貼ろうと思うんですけど、ここに。で、すごい彼の有名な曲はI believe I can fly, I believe I can touch the sky とか、ちょっと、そういう曲があるんですね。で、そういう R. Kelly っていう人がいたんですけど、彼は、未成年の、女の子に対して、拉致とか監禁とか、あと性的虐待じゃないですけど、そういうレイプ的なことで、今逮捕されて、もう刑務所に長い間入ってるんですけど、その疑いがあった時に、親の被害者の人たちがいっぱいちょっと、警察に行って、もうそういう疑いがあるみたいな感じ。これ結構ネットフリックスで番組になったぐらいなので、結構アメリカでものすごい衝撃的な事件だったんですけど、R. Kelly の。逮捕の件。で、それで、その時に、まだ疑いだった段階で証拠がいっぱい、まだ確実になくって、彼を逮捕できなかったんですね。その件ではまだ。で、その時に、彼が、チャイルドサポート滞納してたんで、とりあえず調べた時にね、なんかで交流できないかってことで、で、チャイルドサポートを滞納してるから、じゃあそれで一旦逮捕して、本当はレイプとか、監禁とかの件で、捜査してたんですけど、まずそれで拘束して、で、そこから本当のもっと大きい事件でっていう感じで、容器逮捕してると、そういうことで使われて逮捕されるってこともあります。はい、で、DCSS とファミリーコートの違いっていうのは探したりとかもあるんですけど、申請した時に、ファミリーコートの方が圧倒的に早いんですね。なので、例えば今申請したら、おそらく1ヶ月とか2ヶ月後には裁判できるんだけど、DCSS の場合は6ヶ月とか、本当8ヶ月とかかなり待たされるんですね。はい。なので、ファミリーコートで判決をもらって、容器の、判決もらって、それを DCSS に持ち込んでケアしてもらうっていうのが一番いいと思います。はい。こんな形で、ちょっと、ざっと、ものすごい勢いで進んでしまったんですけれども、ここまで見てくださった方がいらっしゃいましたら、どうもありがとうございます。では、また次回のビデオでお会いしましょう。Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye!